細胞レベルで見た時に男性も女性もねえんだぐらいのなんかそうなんです。そのセクシュアリティとかジェンダーみたいなものもすごいこう緩やかに融合しつつあって、これが絶対だと思ってた境界線って実はそうでもなくて。今回のピックアップアーティストは写真家の細倉真由美さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。細倉真由美さんです。写真家として活動をスタートされました。ルポルタージュ的に若者たちを捉えた写真作品、また触覚的な視覚を軸に身体や性、人と人工物、有機物と無機物など移り変わっていく境界線を写真と映像で扱っていらっしゃいます。最新の個展では写真に刺繍を施した新しい作品も発表されるなど、その作品は意欲的に更新され続けています。これまで東京を中心に香港や台湾などでも展示活動を行い、またジュビリーをはじめ写真集も刊行されています。今回はこの刺繍のあれで、用意していただきましたけど、男性のヌードが多いという、その女性が男性のそのヌードを撮るということが珍しいということ自体をちゃんと認識も僕はしていなかったんですが、なんかそこは何かそういう視点があって撮り始めたというのがあるんですか？はい、なんかもともとその写真を取り出してしばらくしてそのヌードを撮るようになったんですけれど、でその時は男性だけじゃなくて男性も女性も撮っていて、今回映像の方も持ってきたんですけれども、これ動画なんですか？これ動画なんです。そうかそうか。そうなんですよ。写真の動画で、これは自分が集めてたそういう男性のヌード写真、印刷物であったりとか、美術館の中にある男性像、男性の彫刻とかを撮影したものを全部コラージュして、ですごい大きなデジタルデータを一度作って、でその中を探検してるみたいな、そういう動画なんですけど、でこの印刷物とかを一緒にコラージュして、それでフォトショップ上で合成しているんですけど、その印刷物の網点とかが全部こう合成するときにすごい新たなディティールを生み出していたりなどして、自分の写真以外も一緒に合成しているので、なんか自分以外の視点と、自分の視点がすごい交わりながら、でその中をずっとこう移動していくっていう。これとかはね、ぼんやり体が見えたりするんですけど、でも細胞レベルで見た時に男性も女性もねえんだぐらいのなんか意思が、なんか僕は勝手にそう解釈で今見ましたけど、こう男性女性っていうのカテゴリーみたいなものが、一応はこう現実世界だとあるんですけど、こう寄っていって、もう皮膚に寄っていって、そのままこう細胞レベルになれば、どこからどこまでが男性でどこからどこまでが女性かっていうのもそもそもわからないし、でその最近だと本当にセクシュアリティとかジェンダーみたいなものもすごいこう緩やかに融合しつつあって、でどこまでが自分のこう形なのかとか、自分の境界線なのかみたいなものがやっぱりどんどんこう曖昧になってるというか、でそれをやっぱりこうなんか曖昧でいいんだよみたいな、どんどん混じっていけばいいじゃないかみたいなところはやっぱり作っててありました。その境界線みたいなものを横断していくというか、それは緩やかにつながっていっていいんだよみたいな、その視点に今その真由美さんがなってるっていうのは、何かこう自分の中で体験というか記憶みたいな、何かこう起点になってるものがあるんですかね？そのヌードを撮ってたっていうことも一つの要因であって、私が女性で男性も女性も撮るんですけれど、やっぱそういう裸を撮るってなるとやっぱり少し普通のポートレートよりは緊張感があって、私はこうストレートの異性愛者なんですけど、そこがやっぱり少したまに揺らぐ時があるというか、女性を撮っている、女性を撮っていたりとかしてもやっぱなんかすごく綺麗だなと思うし、でなんかその感情がどういったものなのかみたいなのもやっぱりこうすごい考える瞬間があって、でそういうのもあるし、あとこれは自分の作品ではなくて、お仕事でルポ川崎という連載を昔していまして、でそこはその川崎のなんですかね、韓国人の方とかがすごく多く住まれている場所で、そこで
その時ちょうどヘイトデモとか、そういったものがすごく盛んにその場所で行われているところで、そこに取材に行ったりとか、その現地の人にお話を聞いて写真を撮ったりしている中で、例えばそこだと日本人とか、そういった国籍の問題だったりするんですけど、そこがなくなってしまうことがすごく怖い人もいるんだなっていう。でやっぱりこう皮膚もそうなんですけど、やっぱり自分の形を保つ、砦というか、だからそこがすごく大事な人もいるし、そこが譲れないから人を傷つけてしまったりとか、でそこで戦争になったりとかが起こっちゃうんですけど、でもこれが絶対だと思ってた境界線って実はそうでもなくて、なんかちょっとした出来事で境界線だと思ってたものが境界線じゃなかったとか、ヘイトデモをしてた人がやめてこうカウンター側に回ったりとかいうこともあったので、そういうことがなんか起こり得るというか、自分が変わるとか、そういうことを受け入れたいみたいな、変わってもいいんだよですね、変わらなくてもいいんですけど、なんか変わってもいいんだよみたいな、そういう感じで、なんか作品は作れたらいいな。今のやられてる、最新の刺繍の刺繍なんですよね。これ刺繍なんです。アナログの銀の印画紙をでフォトグラムという技法で、暗室でこう自分の手を影をが逆転してるんですけど、その影を焼き付けて、その上に直接ミシンで刺繍をしています。視線とパパって見た後にまたこうぐちゃぐちゃ動くんですけど、こうファーストインプレッションというか、こう見たかもしれないみたいな、視線の痕跡みたいなものを刺繍したっていう、割と最初に絵柄があって、でそれの後にこう視線があるんだけど、刺繍をするとやっぱりこう刺繍がこう先に誘導するみたいな、そういうことでしたよね、今の話だとね。そういうこう視線が先に来ちゃうみたいなところもあって、でそこが逆転してるのもちょっと面白いなとは。でもあとミシンだから、こう穴がすごいいっぱい開いて、これ割とねピタッとくっついてるんですけど、全部切り抜かれちゃうんですよね、こう線に沿って。ですごい切り絵みたいになってて、でこう刺繍部分はちょっと微妙にちょっと浮いてたりとかして、なんかすごいほぼ抜けちゃってる状態ですよね。そうなんですよ。なんか不思議な反 3D みたいな感じもあって、立体作品に。そうなんです。赤ちゃんが最初自分に体があるって認識するのって、手かららしいんですよ。こう視線を動かしてもなんか風景変わるのに、なんか体だけはずっと視界にあるぞみたいな、なんか手は視界にあるぞっていうもので、なんか一人称的なモチーフなのかなっていうのがあって、それをずっと使ってなんか向き合って遊んでみようっていうようなところではありましたね。なるほど。やはりその境界線っていうもののなんていうか、その線の位置というか、揺らぎみたいなものをこうやっぱ見つめていくという一連になっているってことですよね。一つらなりに。なるほど。これからどういうふうに、この次というか、どうなっていきますかね。これからはなんかすごい無駄を増やしていきたいと思っていまして、なんかすごいでっかいとか、すごい長いとか、なんかこう必要よりもなんか無駄が多いみたいなものを、写真っていう視点を使いながら、無駄なものをいっぱい作っていきたいと思っています。そうですよね。もうある種その写真というもののなんていうか、サイズ感というか規格は結構もう固まっちゃってるようなところが、そこをどんどんこうずらしていくみたいな感覚もあると。これからの活動も楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。細倉さんの作品はミートやアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。